皆さん、こんにちは。青山学院大学の阿部と申します。今日はスクラッチリンクだけじゃない、スクラッチとマイクロビットの連携方法というテーマでお話していきたいと思います。私の自己紹介に関しましては、ウェブに掲載しておりますので、そちらの方をご覧ください。では、早速入っていきます。スクラッチリンクなんですけれども、皆さんはマイクロビット、それからあとはスクラッチ、それをつなぐために普段お使いになっていると思います。マイクロビットを揺らしたり動かしたりすると、スクラッチの画面のキャラクターが動くというとっても面白いものです。なんですけれども、ちょっと困ったところがあります。それは iPad や Raspberry Pi など対応していない環境では使うことができないということです。それをどうやったら使うことができるのかということをご紹介していきます。まず一番最初にご紹介するのが、スクラブです。で、スクラブは大場さんという方が作られた iPad 用のウェブブラウザーです。で、これ実際に動かした方が早いと思いますので、そちらの方をご覧ください。今日はですね、iPad をご用意いたしました。では、スクラブ起動します。で、すでに、スクラッチ3.0のオンラインインターが開いた状態になっています。で、こちらに、マイクロビットございます。で、今、切断された状態になっていますので、リコネクトボタンを押して接続します。はい、そうするとですね、スクラッチリンクがないのにちゃんと認識しています。コネクトボタンを押します。はい、接続されました。つまり、このスクラブにはスクラッチリンクと同じ機能が組み込まれているということになります。今、左右に傾けると、マイクロビット左右に傾けると猫が動いている様子がわかるでしょうか。iPad をお使いになっている方多いと思いますので、ぜひこのスクラブお試しになってみてください。はい、続いてご紹介するのは、ピョンキーです。で、ピョンキーはですね、これも使われている方多いと思うんですけれども、スクラッチ1.4、古いスクラッチを、iPad 上で使えるようにしたアプリケーションです。で、日本のソフトウェアという会社が開発したものですね。で、最近になりまして、マイクロビットに、対応するようになりましたので、これも同じように、デモでご紹介していきたいと思います。はい、ピョンキーを貸します。はい、ピョンキー起動しました。これおなじみのですね、大きな魚がちっちゃな魚を追いかけるデモです。で、マイクロビットを動かすと、大きな魚が動いている様子がお分かりでしょうか。で、捕まえると LED にスコアも表示されていたりとかしますね。これなんですけれども、これどうなってるかというと、スクラッチリンクではなくて、実はメイクコード、皆さんお使いになったことあると思いますが、メイクコードで書いたプログラムと、スクラッチ、ピョンキーを連携させています。ですので、皆さんがすでに作られているようなプログラム、それをスクラッチからも使えるようになるということですので、これもとっても自由度が高い、便利なものです。ぜひこれもお試しになってみてください。次にご紹介するのは、マイクロビットモアです。で、マイクロビットモアは、スクラッチ3.0のモッドですね。で、標準のスクラッチのマイクロビット拡張機能では、使えるピンの数ですとか、それからあとはセンサーの数というふうなものがすごく制限されています。それに対してマイクロビットモアは、ほとんど全ての機能が使えるようになったものです。これ日本の横川浩二さんという方が開発されたもので、さらに面白いのは、最近のブラウザーに搭載されている WebBluetooth API っていう機能を使えるようにしたものです。使えるようになっています。これによってスクラッチリンクの代わりになるわけですね。で、これもちょっとデモでお見せしたいと思います。で、今日はですね、iPad から、Raspberry Pi が使えるように VNC を使って接続します。で、これ今ご覧になっているのが、Raspberry Pi の画面になります。で、マイクロビットの方はスイッチサイエンスさんのワークショップモジュールと、それからあとはサーボモーターもつないだ状態になっています。では、スイッチ入れまして、で、接続が今切れた状態になっていますので、リコネクトボタンを押します。はい、そうするとですね、Web Bluetooth API 経由で接続できるようなダイログが出まして、で、ペア設定しますと、これで接続ができました。で、プログラムの方は、マイクロビットを傾けると、サーボモーターの角度が変わるというふうになっています。モーターが回っているのお分かりでしょうか。傾けるとその向きに動きます。というふうに外部機器も使えるというのが、この、マイクロビットモアの面白いところですね。で、駆け足でいろいろなものを紹介してきましたけれども、もちろん他にもいろいろなものがあります。例えば S ボットとか SM とかマイクロウィッチなどです。で、マイクロウィッチ
は、日本の小学校で実際に使った事例が、記事になっていますので、ぜひこれもご覧になってみてください。すごく面白いです。というふうに、スクラッチとマイクロビット、つなぐとですね、すごく面白いことができますので、ぜひ皆さんも遊んでみてください。ありがとうございました。